格ゲー喫茶ハメジュン。ここは格闘ゲームを愛する人たちのたまり場。今夜のお客様は、格闘ゲームって歴代の有名人をモデルにしたキャラクターがすごく多いよね。どんなキャラクターを作ってみたい？プロレスラーだったら棚橋さん大好きなんで棚橋さん作りたいですね。必殺技のもエクボがキュンとします。あ、エクボが必殺技なんだ。俺はね、やっぱ x ジャパンの YOSHIKI さんかな。絶対ジャンプモーションこれでしょ。超いいよ、かっこいい。ジャンプするだけで空対空になる。攻撃判定ある。ド派手な対戦シーンでおなじみ。今夜の格ゲー喫茶ハメジュンでプレイするのはギルティギアエグザード Web2。 2020年秋以降には新作のギルティギアストライブが発売予定の人気シリーズ。あ、いらっしゃい。いらっしゃいませ。おー、ギルティギアの強豪プレイヤーのオミトさんとサミットさんじゃないですか。よろしくお願いします。お願いします。まず1人目のお客様はオミト選手。キャラ愛が非常に強く、一貫してジョニーを使用。エボの歴史で数少ないプレイヤーだけが成し得たメイントーナメント2連覇を達成。さらにアークシステムワークスが主催するアークレボアメリカ2019では無敗優勝を達成したんです。もう一人のお客様はサミット選手。扱いが難しいとされるチップを巧みに使う技巧派プレイヤー。今年のエボジャパン2019では見事優勝を果たしました。そんなチャンピオン2人が語るギルティギアシリーズの魅力とは。ギルティギアシリーズといえば古き良き格闘ゲームという部分がすごい大事にされてるシリーズっていうイメージがあって、すごい複雑なんですよね。やれることがものすごく多い。複雑って言われてるとこ、よく言ったらやることが多いっていうとこなんで、やり込みの幅があるだけ個性も出るんで、そこが多分ギルティのいいとこじゃないかなと。自由度が本当に高すぎてやれることが多すぎるぐらい多いんですよ。このプレイヤーでしかできないみたいなことが本当にたくさんあるので、それがやり込みどころでもありますし、見てる人もすごいなって思えるポイントじゃないかなって思いますね。それだけそれやってる人がいるだけで、それ見るだけで、あ、この人すごいやってるっていうのがなんか分かるような、わかるよね。そういうゲームだったんです。ギルティギアってどんな技でもボタン3つ押すとキャンセルできるロマンキャンセルっていうのがあったの。ロマンキャンセル。そう、ロマキャンっていうのがあって、ディフェンスもさ、フォルトレスディフェンスとか言われてもちょっとピンとこないよね。直前ガード。そう、直前ガードとか。殴られる直前に。そうそうそう。それをするとガードの構築が短くなって反撃しやすくなるんですよ。すごい難しいんだけど、上手い人はそれをやるんですよ。そうそう。なんかでも怖いゲームですね。怖いゲーム。初心者に怖いゲーム。確かにね、ザンギエフにはなかなかないテクニックばっかりだね。ギルティギアってでもやっぱりキャラの魅力がすごいなって僕思います。単純にキャラクターかっこよくないですか？そうなんだ。お二人が使ってるキャラクターもジョニーにチップじゃないですか。なんでそのキャラクターを使ってるのかちょっと教えてもらいたいんですけど。ギルティギアを始めた時に友達のお兄ちゃんが使ってたからキャラがジョニーやったんで、そのお兄ちゃんがジョニーめっちゃうまかったんで、それを見て始めたっていうのがきっかけですね。上手い人のプレーを見て、あ、ジョニーだってなったんですね。上手い人の動き見て、このキャラかっけえなと思ってジョニー使ったって感じです。最初このゲーム始めた時ソル使ってたんですよ。まずはシンプルそうなんだ。スタンダードキャラで始めようと思ってソル使ってて、で私攻めるのがもともと好きだったんで、その一緒にやってた友達から「お前攻めるの好きだったら一番速いキャラ使えばいいじゃん」って言われたんですよ。速いという理由で使い始めましたね。私攻めるのが好きなんでって丁寧な日本語で言われるとああ、そうか、それ相当好きなんだなっていいや。ギルティギアの女性キャラクター誰と付き合いたいですか？付き合うとしたら。みんな可愛いんですよ。みんな本当に可愛いです。選べないですね、多分。ほんまにみんな可愛いんです。一人選んでみよう。俺はディジーちゃんかな。ディジーよくない？可愛いですよね。昼と夜別の顔持ってそうじゃない？やっぱジョニーだとメイってことになるの？いや、僕ちゃいますね。ちゃいますか？ちゃいますね。僕6つリスクなんで、ラムレザルとか。ラムレザル。ああ、なるほどね。まあ無垢な感じなんですけどね、あれは。なるほどなるほど。僕猫好きなんでミリアかな。猫好きだったらミリアになるの？ミリア猫を追いかけることを趣味とかってなってますか？そうなんですよ。そういうやり方。かなり詳しいところから入り
ました。そうギルティギアってはいどんなに硬派なゲーマーでも女性キャラ選ぶ話になると必ずちょっと乗ってくれるっていう、そうそれぐらいキャラクターに魅力があるんですよ。うわーなんかそうやって話してるとギルティやりたくなってきた。マスターギルティ置いてます？もちろんです。やりに行きましょう。ぜひ2人ともお付き合いください。はいやりましょう。対戦の前にオミト先生とサミット先生によるギルティギアエグザード Web2 の初心者講座から始めていきます。私が気になってるのは、3キャラいるんですよ。ロボとロボじゃない。ロボじゃない。人だ人。ロボじゃない。ポチョムキンね。ポチョムキンさんと、この上の金髪のなんか獅子王みたいな感じの。獅子王。獅子王。このおひげがおひげが？鋭利な。組むね。はい。あやっぱこっち系なんだ。これなんてものすごくいいですよね。何が中に美少女が入ってる。中に美少女が入ったおじさんだね。そうですそうです。めっちゃ素敵だなって思って、このクムヘヒョン。クムヘヒョンにしたいなと思います。ちょっと変わったキャラクターっぽいけどじゃあ行こうか。歌広場は主人公で寡黙なイケメンキャラのソルを選択。ではまず基本操作からスタート。基本攻撃はパンチやキック2種類のスラッシュ攻撃に加えダストアタックという5種類なんです。続いてはコンボ攻撃ですが、パンチ、キック、スラッシュ、ハイスラッシュの順にコマンド操作をすることでコンボ攻撃が発動するんです。続いてはこのゲーム特有のモードロマンキャンセルのレクチャーです。ロマンキャンセルっていうやつはそうそうゲージを 50% 使うことによってそう止めるので、そう無理やりもう何でもできるのキャンセル。最後にギルティギア初心者のいつかのために必殺技を伝授です。下から斜め前まで入れる三角ボタンと R1 ボタンをそのコマンドを入れた後に出すと飛び道具が出せます。下は斜め下前。前 S。 S か。三 S 角ということは三角。あ、そうです。これが飛び道具が出せます。飛び道具。そんなに驚くこと？必殺技まで習得したところでいつか VS 歌広場の一本勝負です。ほらやらせねえよそんな。ほらできてるぞ。ほらそれ空振りするよ。できる。ほら必殺技出て。ボタン一つで必殺技？丸ボタン押せば。おいいよ。素晴らしい。東京だったらガードだ。ガード。対局。ボタン連打。ぽい。なんだ今の腕組み。ああぶっきらぼうに投げれている。できる。今度はうまいぞ。変わんない。これ知ってる。対局。連打。足払いタイ足払いタイプ。マニアック。プ。クロートすぎる。姿勢の低い技を使って対処していますね。そう対局ちょっと発生遅いんでもうちょっと早い技を使いましょう。あ、しっかり。そう大きな。もうアクティブさがさっきと違うじゃん。さっきのトレーニングモードの時はうまい。ほらボタン連打できるねえか。ほらしゃ今のがやりたいんだ私は。ガード。おっしゃぶっきらぼうに投げるずるい。完全に一応キャラクターね。はい。うわちょっと知らない技。やべえ。でかい。投げてる。あるぞ。俺の知ってるゲームだ。待て。死ぬまである。ちょっと落ち着こう。話し合おう。いつかじゃあ話し合おう。話せばわかるから。おっしゃ。かわいそうなおじさん。感想それ？おじさん。いやこれはでもね昔からやってたから負けなかったですけどちょっと危なかったです。ちょっと久しぶりにギルティやったら血がたぎってきちゃってちょっとねつわものと戦いたい気持ちになっちゃってるんですけどいきなりだとリスクマッチもいいとこじゃないですか。なのでお二人でじゃんけんして負けた方ちょっと僕と戦ってもらってもいいですか。でね。わかりました。じゃあ最初はグーじゃんけんほいあいこでしょということで僕まさかのおみとさん最近アークレボアメリカに戦力負けずに優勝してます。お願いします。
テンションの上がった歌広場がアークレボアメリカ2019覇者オミト選手に挑戦。左がオミトのジョニーですね。居合斬りを使っていく非常にリーチの長いキャラクターなんですけど、その分ちょっとその特殊でクイーンっていうのが画面の下にあって、これを相手に当てるとそう技のねが強化されるんですよ。それを狙ってどんどん攻めていくってキャラなんですが、オミトの攻め、いやこれ色が違うだけで実はコイン当たりました。さあこれでダウンを奪ってまたコインでカウンターヒットをなんとかバーストで返す歌広場潤ですが、オミトが前に攻め込んでくるミストファイナーからのこれが俺の名だ。フィニッシュ。終わってんのかいお前 KO されるのに気絶してたんかい。まずはオミト。これさ、何貫いてくんの？飛び道具貫通してきます。貫通します。これはコインを組み込みながら一気にミストファイナーレベルが3で最大の状態。これね当たってやばい。ドワーッとグラウンドワイパーぶっ放していく。置き攻めはおっとタッチ系からボルカニックワイパーダウンを奪って歌広場の攻めが始まります。ジャストガードじゃあダウンライトレベル3ミストファイナーからレベル2ミストファイナー、さらにコインをつないでダウンを奪っていきます。そしてこれクルーを蹴っている。ここがバーストなんとか耐えた。ラストはバースト成長必殺技俺の名だ。話になりません大水戸勝利。強い。ダメでした。ありがとうございました。うわーこれはダメだ。俺じゃ歯が立たないよ。ちょっとサミットさん敵を取ってください。任せてください。よっしゃお待ちかね、オミト選手 VS サミット選手の豪華エキシビションマッチ、いよいよスタート。バラバラにできるように頑張ります。バラバラにすると。怖っそんな勝ち名乗りある支障らないように頑張ります。はい、それではお願いいたします。ということでジョニー対チップという組み合わせです。先ほどこのジョニーの、試合っていうのを見たと思うんですけど、ミストファイナーっていうその居合斬りすごいリーチの長い技、あれをコインを当てることで強化してラッシュをかけていく。意味がわからないでしょ。その通りなんだ本当に。コインを当てると強くなる。でそしてこのチップはこのゲームで一番機動力のある忍者キャラクターですね。すごいいろんな動きやってます。ほらもうジャンプも3回ぐらいできるし。所狭しと。ほらもうだって透明になってるもん。そうなんです。これ強し式迷彩って技で、そういやこれはね自分の姿を消すっていう動きです。忍者だからね、それぐらい当たり前だよね。さあ一方的になってるじゃん、はい、まだ全然ここからジョニー一発であるから。ただここまではかなりいいペースだぞ。コンボもしやヒット数の多いコンボをつなぐことでパーフェクト。そうそういうことよ。そういうこと。世界に数人しかいないスーパーチップの一人サミットがまずは1ラウンド目を圧倒しました。このようにやはり技を食らわなければその機動力あるんで、ただちょっとですね技を食らい出すとこのダメージ見てください。とんでもない柔らかさ。そして画面足からおっとここ空中投げで元老山を返した。しかし投げで返していくのはサミット。ピンクの固め、ここはガンマブレードから攻めを展開していきます。上からまさかなんでそんな技名覚えてるの？わかります。そうすごい。はい、おっと迷彩しているがバースト青バースト返していく。おっとそこでここでミストファイナー下段からレベルを上げながらコインを決めつつ、さらにミストファイナーまだ使えるの？レベルもキープ。来ました。バッカーサイからのこれが切りはめというやつです。これが特に切りはめ。切りを食らっちゃうとその後のこの居合斬りはガードできなくなるっていうのを使って倒しきりましたね。それずるくないと思うじゃん。ずるいよ。まあそこまで持ってくのが大変ではあるので、カウンターヒットからコインを使って投げていきます。コインがですねくない手裏剣、そしておっと画面足、ここは入れ替えていくサミット。大水戸を画面足に追い詰めていきますが、おっとこのまた入れ替える。カウンターヒットからダッシュしゃがみくん、おおしゃがみアイスだ。じゃあここはバーストで返していく。これ連続技をね抜け出すことに成功しました。今レベル3なんでこのミストファイナーキャンセルした時のスキルも減っています。レベル3ミストファイナー上段から、おっとここはミスになったぞ。おおバーストかけた。ダウン奪って上から来る。どうなる？サミットがこの画面処理化せるか一概で変わっています。残るコインが3枚。くる投げ仕込みのジャンプ入ってたね。これが俺の名だ。フィニッシュ勝者お見と。うわーどれもう一回やりてー
まずはじゃあおみとさん、見事勝ったわけですけれどもいかがでしたか？なんかいつもと違うプレッシャーを感じたんですごい緊張しました。プレッシャー感じながらやってたんだ。それであんなふてぶてしいプレーなんだ。さすがっす。まあ楽しくやらせていただいたんですけど、開幕とか調べたことがとやっぱ有効に効いたんで、このためにちょっとジョニー対策をしてきてくれた開っていう幕で調べてきたんで、一番のパーフェクトですからね。2試合目も強気にそっちで行ってもよかったんですけど、ちょっと自分が防御の方に頭がいっちゃいましたね。ここでマスターハメコがこの試合の注目ポイントを解説。今日のお二人の対戦の決まり手は第3ラウンド目の対空ジョーダンミストファイナーです。ここでマスターハメコが選んだ勝負の決め手は第3ラウンドの終盤戦、オミト選手が放ったこのシーン。技を食らってる時もボタンを押すことでバーストっていうのを使ってやられるほどのコンボから脱出できるんですけど、バーストしても意味がない状態になってしまった。罪です。この形にできたのはやっぱりそのサミットさんがジャンプで逃げるところにそのジョーダンミストファイナーっていうその上への居合切りで対空した。フォルトレスすればできますけど、あの速さの攻撃を見てからはまず無理なので、これとやりっぱなしで飛ぶしかなくなっちゃうんですよね。なるほど。あそこは確かに一本って感じだったね。初心者いつかが格ゲーにチャレンジ、格ゲーレッスン。さまざまなレッスンを経て来年1月のエボジャパン2020に出場するといういつか。頑張ろうぜ。頑張ります。前回は憧れの板橋ザンギエフ先生のレッスンでした。そして今回は板沢さんからはタチ中パンチの重要性をはい教えてもらったわけなんですけれども、はいネモさんも何か一ついつかちゃんに教えてあげてください。はいまあ僕が残業を教えられることはないんですけど、はい深いな。今回のレッスンはネモ先生。残ギエフ使いのいつかにどんなアドバイスをくれるのでしょうか。まあ一応そのゲームの考え方的なものを教えると、はいまあ自分と板橋ザンギエフっていう対戦、まあ上手い人同士の対戦を見たと思うんですよ。はいでその中で、まあ、何か一つこの技すごかったなとか、はいこの連携やってみたいなっていうのを自分の頭の中でイメージできると、それをトレモすればはいそれだけで上達できますよねっていう、はいネモ先生の教え、それはただ闇雲に練習するのではなく、上手いプレイヤーの技を参考にすること。なので自分の中でこれ練習してみたいっていうのを動画で見て、それをトレーニングモードで練習してみるっていうのが多分一番なんか上達するのが早いんじゃないかなっていう。なるほど。例えばさっき今中パンがすごくはい機能するよっていうのも、さっきの試合を見てるとはい中パンすごい振ってたと思うんですよ。なのでこの技強いんだなっていうのがはい分かると思うんですよ。はいただ中パンを振ってるのも、はいこんな近距離でいきなり中パンボ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 ン振ってたかっていうよりかは、結構ここら辺の距離ではい中パンを振ってたなっていう、はいじゃあここの距離で中パンを振るの強いんだなっていうのが頭の中でなるほど理解できると思うんですよ。はいだからそういうのを自分の中でイメージできてくると、やっぱそれだけで上達できるかな。一つ一つの動きを細かく分析して、なぜその状況でその技が強いかを考える地道な分析こそ上達への近道なのです。じゃあ動画を見て自分で噛み砕いて練習する。そうそれができると多分強くなります。はいはいわかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。エボジャパン2020開催まであと少し。それまで徹底的に分析して練習だ。頑張れいつ Z。 12月品川クラブ EX にて行われた人気プロゲーマーたちによる夢の共演、ストリートファイターリーグプロ JP オペレーテッドバイレイジグランドファイナル。ストリートファイターリーグは 3on3 のチームバトルで争うリーグ戦。各チームのリーダーがドラフトでメンバーを選出し、全10節のリーグ戦を戦います。そして大会の特徴となるのがキャラクターバンルール。試合前にお互いのチームが1キャラを指定、そのキャラが使用不可になるため個人戦にはない戦略性が問われます。リーグ戦を勝ち上がった3チームが争うグランドファイナル。その3チームとは、リーグ3位通過フード選手をリーダーにどんな戦局にも対応できる万能型チームフードガイア。ネモ選手がリーダーを務めるネモオーロラ。
各メンバーの高いスキルに作詞ネモの戦略が光ります。そしてリーグ1位通過孫率いる孫スカーレット、優勝候補筆頭チームです。そして会場にはハメ順 MC2 人の姿も。これからねストリートファイターリーグの、グランドファイナル喫茶店に遊びに来てくれたそうなんですよ。方もいらっしゃる。うちの常連客同士が戦ってるという状況なんですよ、要はどっちが勝っても楽しみだし、いい試合になることは間違いないので。準決勝はネモオーロラ対フードガイアの一戦。勝敗の行方は大将戦に委ねられます。決まるか。決まらない決まらない。抜けるのか。タックル投げでフィニッシュ。ネモがここ一番の勝負強さを見せ勝利。迎えた決勝戦、孫スカーレット対ネモオーロラの組み合わせに。前回2位で終わってるので、ここ勝って優勝したいなと思います。我ら孫スカーレットが勝つと思います。なるほど。各対戦に勝利すれば1ポイント、大将戦は2ポイントを獲得、合計で6ポイント先取したチームが勝利。いやー、ただここはカスあたりからの確定。蓋を開けてみれば孫スカーレットが怒涛の連勝、優勝に早々と王手をかけます。孫スカーレットはこのラウンドを取れば優勝。しかし5対3まで追い上げ粘りを見せるネモオーロラ。あと一つ、ここ一番で確認が光る。半分のリードを取ってます。さあゲージもあるぞ。これはどこまで行くんだ。ワンゲージ抜ける。耐えきれるか。どっとあとは牽制パーフェクト。最後はリーダー孫がパーフェクトで勝利し見事頂点へ。おめでとう。本当にチームメイトに恵まれました。僕一人ではやっぱり優勝できなかったなっていうふうに思ってます。ちょっと試練を乗り越えられた気がして、なんかちょっと今すごい嬉しくなってます。チームの先輩2人の力を借りてこんなすごい結果を出すことができたのが本当に嬉しいなって思います。優勝賞金は150万円。上位2チームはアメリカで行われる世界大会へ。会場の観客も一体となって盛り上がった一日となりました。なんかすごい迫力のあるっていうのが伝わってきて、すごく感動しました。スポーツみたいな感じで盛り上がってたんで、今までの格ゲーの大会とは雰囲気が全然すごい応援して盛り上がれるっていうのが楽しかったです。はい、ということで本日のお客様は、おみとさんとサミットさんでした。今日のですね感想を伺いたいんですけど、まずおみとさんからお願いします。すごい不思議な環境で遊ばせてもらったんですけど楽しかったですね。通いたいぐらいですね。通ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。大阪から通ってください。番組自体もすごい楽しませていただきましたし、これで少しでもギルティギアの魅力がもっと多くの人に伝わればいいなって思いました。本日のお客様は、おみとさんとサミットさんでした。またのご来店をお待ちしております。ありがとうございます。次回はドラゴンボールファイターズ、数の子選手、51選手がご来店。お楽しみに。